今日は激しさを追求するロックのジャンル、ハードコアパンクのスタイルを解説するよ。スタイルの効果を調整するスライダーがスノに新たに追加されたけど、スタイル解説では両方とも 50%、 全く操作しない場合の効果を解説するよ。スライダーを操作した時の効果はスライダー解説動画を参考に想像してみてね。スライダー操作で特殊な効果が出る場合は個別に補足説明をしていこうと思う。さて今日のテーマはハードコアパンク、ロック系統の音楽で最も激しい音楽だね。私がよく使ってるデスメタルやグラインドコアもこのジャンルの仲間だよ。 EDM にもハードコアってジャンルがあるけど、それは別系統のジャンルだから注意してね。今日の動画は前半ではキャッチーな曲調でスノでも使いやすいスタイルを解説する。動画の後半ではかなり特殊な効果で癖はあるけど面白いスタイルを解説するよ。それじゃキャッチーな方からいこうか。まずはメロディックハードコア。メロディックハードコアは名前の通りメロディアスな曲調が特徴のジャンル。伴奏や歌い方は激しいんだけどメロディアスだから聴きやすい音楽だよ。ちなみに日本ではこのジャンルのことをメロコアと略して呼ぶのが一般的だけど、海外ではその略称は一般的ではないから正しくメロディックハードコアと入力してね。メロコアと入れても効果はあるけど微妙な効果だからおすすめはしないよ。次はエモ、日本の流行語になったエモいの語源となった音楽だね。激しい曲調でありつつも暗く感傷的、二面性を持った独特の雰囲気がある曲だよ。特にギターは綺麗な音と濁った音が両方使われるのが大きな特徴と言えるかな。エモは個人的には頭文字大文字で表記した方がいい感じになったけど、小文字でも似たような効果は出るから好きな方の表記を使えばいいと思うよ。スピードメタルは名前の通り高速のテンポ、メロディーが特徴的な曲。ただメロディーは結構キャッチーで聴きやすい音楽になる長所があるよ。高速のスタイルはグラインドコアを筆頭に複雑で聴きにくくなることが多いから、自然な高速曲を作れるスピードメタルは扱いやすいスタイルだと思うよ。それじゃこの3種類のスタイルがどんな曲を作れるのか確かめてみよう。どんな悩みも光に変え
キャッチーな曲調で聴きやすいハードコアパンクのスタイルを紹介したよ。どれもハードコアらしい激しさはあるけど、メロディアスでポップな要素も強い。癖がないからいろいろなスタイルと混ぜて使ってみても面白いと思うよ。それじゃ動画の後半は癖の強い特殊な効果のあるスタイルを解説していくよ。スラッジドゥームは超スローテンポが特徴。スタイル単独だと BPM50 から60程度になる。スローテンポのスタイルは大抵静かだから、激しさプラススローテンポの効果は珍しいね。ただスラッジドゥームの激しさはそこまで強い効果を持っていないから、激しさが物足りないのであればインフルエンススライダーを上げるといいよ。マスコアは不規則なリズムが特徴。変拍子になることも多いスタイルだね。少し前の前衛音楽の動画で紹介したマスロックと同じ方向性のジャンルだけど、マスコアの方がかなり曲調が激しい。癖が強く使いにくいスタイルだと思うよ。コアグラインドは特に歌声に影響を与える。ボーカルを強烈に加工する効果があるよ。どのくらい強烈に変化させるかというと、何を言っているのかわからないレベルになる。まあ実際に聴いてもらった方がいいね。この3種類のスタイルの曲を聴いてみよう。特殊な効果のあるハードコアパンク。3種類のスタイルを聴いてもらったよ。かなり癖の強い曲調になるから気軽に使うのは難しいスタイルだけど、効果が特殊だからうまく使えれば面白い曲を作ることもできると思うよ。ハードコアパンクのスタイルは今日紹介した6種類の他にもまだまだある。もっと紹介したかったんだけど動画の時間的にやっぱり6種類が限界だね。
今日紹介できなかったスタイルはまた別の機会に紹介することにするよ。それじゃまたね。